今回はキャロケの正しい作り方をお届けしたいと思います。キャロケとはキャロットケーキのことです。今人気急上昇ということでキャロカツなんていう言葉もあるそうなんですけれども、それでですね、まず最初にこのキャロケの作り方をお話しするにあたってですね、まず大切な3つのことをですね、最初にお話ししておきます。まず1つ目、キャロットケーキのレシピを見ると人参をすりおろすというふうに書いてあるレシピいっぱいあります。はい、確かにこのすりおろすというのは日本語にするとですね、すりおろすになるんですよね。英語だとグレイトという言葉があります。でこれを日本語に訳すとすりおろすということなので間違いではないんですよね。訳し方、それしか訳せない。ただこのすりおろす時におろし金、これですりおろすのは間違いです。これ間違いです。西洋のですね、動画を見たりしますとよくわかりますけれども、西洋の人たちはおろし金ですりおろしてません。はい、それは間違いないです。じゃあどういうのですりおろすかというと、こういう千切りスライサーですよね。西洋の人だとチーズをおろすあれを使ってすりおろしている方多いです。日本ではだからこれ使うのがいいですよね、千切りスライサー。またはフードプロセッサー、これで作ると楽です。千切りスライサーで作るとしっとり感が出るんですよ。キャロットケーキの持ち味ってこのしっとり感なんですよね。おろし金、これで僕もこれどうなのかなと思って一回やってみたことがあるんです。そうしたらなんか粉っぽいキャロットケーキになっちゃいました。しっとり感が出ないんですよね。ですから必ず千切りスライサーかフードプロセッサーで人参をすりおろすというか、千切りにする、これがまず一番のポイントです。はい、そしてキャロットケーキなんですけれども、人参を入れることで人参らしい味が出るかというと出ません。全然出ません。でキャロットケーキってこの人参っぽさを出すために人参を入れてるんではないということが分かりました。これはですね、発祥はイギリスなんですけれどもね、その人参って糖度が高いらしいんです。甘いらしいんですね。ですのでその人参を入れることで甘みを出していたそうです。日本の人参とはちょっと違うわけですね。それであとはですね、人参入れることで先ほどお話ししましたようなしっとり感、これを出してるんですね。ですので人参が大好き、もう人参の味が人参っぽさを出したい、という方には残念ながら人参っぽさ出ませんのでね、それご期待に添えないかもしれませんよね。ただ人参が嫌いなお子様たちにもこれは絶対食べられます。言わないで人参人参入ってるよなんて言わないで、子供に出せば子供は美味しい美味しいって食べちゃいますよね。絶対食べちゃいます。ですので人参嫌いのお子様でも食べられるという、良さがあったりもしますよね。そしてもう一つ、キャロットケーキって、発祥はイギリスなんですね。で第二次大戦後アメリカに渡ってフロスティングを、かけるという作り方が、定番になってきました。このフロスティングなんですけれども、これがですね美味しいんですよ。キャロットケーキの中で僕一番美味しいところはこのフロスティングなんですね。野菜ソムリエと僕がそんなこと言うのも、ちょっと変な話なんですけども、これ間違いなくキャロットケーキの一番美味しいところ、これはフロスティングです。でこのフロスティングなんですけれども、今日作るフロスティング、クリームチーズ、そしてバター、粉砂糖というとてもヘルシーとは言えないようなものが入ってます。でも美味しいんです。
でこのフロスティングをですね、今日の作るキャロットケーキはちょっと多めに使って、作りますのでね、ちょっとヘルシーとは程遠いダイエット中の方には本当申し訳ないんですけれどもね、今日はこのキャロットケーキのもう美味しい、もう本当一番美味しいキャロットケーキを、作りたいがために、ちょっとヘルシーはちょっと置いといて、今日は美味しさに向かってこれからやっていきたい、そのように思います。はい、それではですね、材料です。材料はこちらです。はい、それではこれから作っていきます。一番最初にですね、クリームチーズ、そして、無塩バター、こちらを柔らかく、常温で柔らかくしておきます。続きまして人参をすりおろすというか千切りにしますね。はい、はい、フードプロセッサーに入れたので、はい、卵を溶きます。そして、きび砂糖 50g、 はい、よく混ぜてあげます。はい、こんな感じです。はい、よく混ざりました。そしてサラダオイル、じゃこれを入れます。そして今日の主役、人参ですね。千切りにするか、このようにフードプロセッサーで細かくした人参を加えて混ぜます。続きましてこちらですね、小麦粉、重曹、ベーキングパウダー、シナモンパウダー、ナツメグパウダー、アーモンドプードル、これをですね入れます。でこちらのくるみですね、叩いて細かくします。でこのくるみですね、この中に入れるんですけれども、半分だけ入れます。半分だけです。半分だけ。はい、生地を混ぜていきます。そこからすくい上げるようにしてこんな感じでゴムベラを使って混ぜていきますね。だいたい混ざりましたね。こんな感じでクッキングシートを敷き詰めてください。ここに生地を流し込んでいきます。そうだ、オーブンを温めておきます。オーブンは180度で温めます。そろそろオーブンの方も温まってきましたので、これに入れたいと思います。入れます。はい、はい、で入れてだいたい30分ぐらいを目安にですねやっていきます。30分経ちましたので串を刺してみます。それとですね、先ほどくるみを僕生地のですね上にトッピングしちゃったんですけれども、トッピングするのはフロスティングを塗ってからです。皆さんは間違えないように
お願いしますね。はい。お、ちょっと真ん中あたりにですね、串を刺して、それでですね、焼けてますね。はい。こんな感じで刺して抜いて生地がついてこない、これが目安です。ですから焼けてます。早かったです。はい。はい。では焼き上がったキャロットケーキ、キャロケ、冷ましていきますね。そして先ほどのですね、命のフロスティング、ちょうどいい具合に柔らかくなりましたのでね。で粉砂糖こんだけ使います。 80g。 これフロスティングだけでなんと1003キロカロリーもあります。すごいですね。そんなにカロリーが、キャロケが冷めましたので、横にですね切っていきますね。うまくいくかな、どうかな。このフロスティングですね。ではバニラエッセンスあと少々ですね。ちょっと上の方のこれをですね、一旦ちょっとこちらのお皿に避けてあげて、この下の台ですね、こちらにフロスティング大体3分の1ぐらい広げていきます。上の方をですね戻します。残りのフロスティングをですね、このキャロットケーキ全面にかけていきます。全面です。このように今フロスティングをキャロケ全体にかけました。最後にくるみをトッピングですからね、間違えないように。はい。このようにですね、キャロケのこの縁のあたりにですね散りばめる。いいな。キャロケが完成いたしました。こんな感じでですね、どうでしょう。試食です。食べてみます。はい、もう本当幸せですね。くどいようなんですけれども、このフロスティングがですね最高に美味しいのと、このキャロットケーキの持ち味であるしっとり感が出ていて、人参を大根おろしじゃないんで人参はすりおろさずにスライサーか、あるいはフードプロセッサー、これを使うとこれがこのしっとり感が出せます。本当にこのキャロットケーキ食べると幸せになります。はい。ということでキャロケすごく簡単に作れます。ですので皆さんもぜひチャレンジしてもらいたいと思うんですけれどもね。ただキャロケ甘さ控えめ、確かに甘さ控えめです。ですがカロリーは高めですから、キャロケを食べて
でしっかり運動をしてカロリーを消費する、これが何といっても大切ではないでしょうか。ということでまたですね、こういったですね、ヘルシーでありながら美味しい、そういうお料理をまた皆様にご紹介していきたいと思いますので、また見に来てやってください。じゃあまた。